やっほー、皆さんこんにちは。オーストリア出身のケーキ姫です。外国から日本に来ている YouTuber の人たちの中で必ずやる YouTube 動画ってありますよね。例えば日本に来て驚いたこととか、日本の好きなところとか、そういう動画必ずやる気がするんだけど、外国人 YouTuber も増えているし、みんなはもうそういう動画見ていると思うし、私がやっても結局同じことを繰り返し言ってるようにはなると思うので、私はあえてそういう動画を作りません。今日はケーキ姫が日本に来て驚いたけど正直どうでもいいことを皆さんに紹介したいと思います。どうでもいいというとちょっと悪い意味に聞こえるかもしれないですけど、別にそうでもなくて、驚いたけどまあまあ嬉しいけどそんなに大げさに言うほどでもないとか、ちょっと気になる、ちょっと変だけどそんなに騒がなくてもいいって感じのこととか、自分の国オーストリアとは違うけど、動画にするほどでもないみたいな、結局正直どうでもいいことを皆さんに紹介します。では行きましょい。はい、まずはですね、結構ずっと前から気になってるんですけど、日本のブランケット用のシーツ、長い方から空いてるじゃないですか。実はオーストリアじゃなくてもヨーロッパどこでもそうだけど、長いサイドじゃなくて短い足元のところで空いてるんだよね。その方がシーツ変える時にすごく楽なんだけど、日本のシーツ使ってブランケットをお腹に入れる時すごいやりづらいんだけど、これって日本人もやりづらいのか慣れてるのか、それか自分たちのスペシャルなテクニックあるかどうか知らないですけど、気になるけど正直どうでもいい。次は私前髪あるじゃないですか。日本人の女の子、女性の方、男性もちょっとそうだけど女性の方、ほとんどの日本人女性が前髪あるということに私は結構、不思議に思ってるんだよね。オーストリアとかヨーロッパとかそちら、アメリカとかもそうだと思うよね。海外の人たちって大体そんなに前髪がある人多くないんだよ。私もそもそももともとなかったんだよね。なんか自然にこの方向に生えてくる人はいるじゃないですか。で私は違うんだけど、おでこが広すぎてて、小学生の頃からずっとおでこがひどくてハゲハゲハゲって言われてたから、それで毎日泣きながら家に帰っていたんで、いずれ自分で前髪切ってからずっと前髪こうセッティングしてるんだけど、日本に来た時おでこを見せてる女性が全然いなくて、へーって思った。でも正直どうでもいいよね。次はこれはどうでもよくないのかなってちょっと悩んだけど、結構気になるから、なんか最初ちょっとすごく変だと思ったけど慣れてきたからどうでもいいんだけど、日本人ってめちゃくちゃ血液型聞いてくるし、アイドルやってた時とかもそうだったけど、なんかアイドルたちって基本的に自分のなんか身長、名前、出身の他に必ず血液型とか書くんだよね。正直私ずっと自分の血液型そもそも知らなかったの。だから言えなかったんだけど、なんか日本人が気にしすぎてて、私も一応調べたんだね。何型だっけ、もうどうでも良さすぎてもう忘れたんだけど、日本人にそれについて話してみたら、血液型で性格がわかるとかそういう風に言われてるんだけど、本当にそういう風に思ってるのかって日本人に聞いてみたら、いやそうでもないけどっていうことをよく言われるんだけど、じゃあ信じてないのになんでみんなそれでも聞くのって思うよ、私は。血液型が性格と関係あることは一切証明されてないし、やっぱり日本人は血液型を聞くのが好きなんだなって。私は血液型どうでもいいんだけどね。次も初めて日本に来た時、16歳とかの時とか結構ってなってたりしてたんだけど、これも慣れてしまったから、もうどうでもいいって感じなんだけど、顔が小さい、顔が大きいというのを日本人めっちゃ気にするし、顔が小さいって言われたらこれは褒め言葉っていう
ことね。オーストリアというかヨーロッパ全体的にそういうのはないんだよね。顔が小さいって初めて言われた時悪口言われてると思った。なぜかっていうと、なんか正直私は目が大きいと可愛いじゃない。だからでも大きすぎるともう顔のバランス合わないじゃない。だから顔も大きくないと気持ち悪いのではないかなとか思ってたりしてて、逆に顔が大きい方が目立つし見どころが多いとかそういう風に思ってたから、逆に顔がどっちかっていうとどっちでも何の褒め言葉にもならないと思ってたけど、どっちかっていうと顔が大きい方が褒め言葉なんじゃないのかなって最初思ってて、顔が小さいって言われた時どういうことって思ったの。でもまあ褒め言葉なんだね。人を見てこの人顔大きいなっていうふうには思うようになったの私。でも正直顔の大きさなんてどうでもいい。次は携帯で写真を撮るとき音をするんだよね。パシャパシャパシャって。でその音を日本で買った携帯だと基本的に消せないという風にはなっているんですね。それは基本的にいい機能だと思う。なぜかっていうと電車の中とかでそのなんかスカートの下とか取られたりするとパシャパシャって本当は聞こえるはずなんだよね。もしかしたらそのために音消せないようになっているのかわからないけど、オーストリアまたはヨーロッパとかの携帯は基本的に音にならないようになってるし、つけたいならつけれるけどほとんどの人はつけてないかな。結構どれもいいかな。日本のテレビ番組とか日本人 YouTuber 基本的に結構字幕って使うじゃないですか。でYouTuber ではまだまだそんなにキラキラキラとかしてないかもしれないけど、字幕はつけたりするし、で日本のテレビ番組はもうすっげえなんかずっと字幕入れてるよね。それは日本語が難しいから同時に字幕あった方が理解しやすいからとか、それか普通におしゃれにしたいからとか、どっちかわからないけど字幕とにかくめちゃくちゃ多いじゃん。で私もそのプレッシャーに従って自分の動画にも頑張って字幕入れようとしてるんだけど、とにかくめんどくさいよね。でもヨーロッパのテレビ番組、ドイツとかオーストラリアとかのテレビ番組は字幕一切使わないし、 YouTuber も字幕使わない。基本的に日本語の動画なのに日本語で字幕つけてるじゃん。それで例えばドイツの YouTuber だったら字幕つけるとしても英語の字幕ぐらいだね、翻訳するために。でもドイツの動画にドイツの字幕つける人っていない。これもどうでもいいか。次はある言葉が日本にないっていうところが気になってて、それは Gesundheit または Bless you ですね。日本語にしたらどっちかっていうとお大事には近いけど、でも人ってくしゃみするとき日本では無視するんだよね。これが気になる。日本ってめちゃくちゃ丁寧な国なのに、海外みたいにくしゃみするとき Bless you Gesundheit とかは言ってくれないっていうことに気づいてちょっと寂しかった。なんかね、すごいなんか気遣いとかおもてなしとかそういうのが大事な日本なのに、くしゃみするときは何もねお大事にとかあんまり言ってくれないですね。どうでもいいっていうことにするわ。次は少なくともオーストリアやドイツとかでは電車とか地下鉄とかの中でみんなは寝ないということ。日本では寝る、みんな寝ている、みんな目を閉じている。しかも座っている人たちだけではなく立っている人たちもみんな目を閉じて半分寝ている。これは自分的には楽だった。なぜかっていうとオーストリアでは電車かバスとかで目を閉じるとなんか別に何も言われないけど、それをなんか恥ずかしいふうには私は勝手に思ってしまってるけど、眠くても私学校とかに行ってた時にでも眠い時でもバスの中で頑張って目を閉じないようにしてたの。いつもこれも大したことないしね、
どうでもいいか。次は日本の傘、ほとんど全部無色または透明か。オーストリアとかドイツとかヨーロッパのみんなはそもそも透明な傘を売っているところ見たことない。アマゾンで探せばもしかしたら出てくるけど、これ買う人いないし、全部基本的に色ついてるし、いろんな柄とかついてるし、すごいカラフルな感じで、日本だと透明な傘だらけ。なんでそうなったのかな。これはもしかしたらみんなスーツとか制服とか着ていたりするから、それに合わせて目立たないためみんな同じ透明傘にしているのかな。正直どっちも好きだからどうでもいい。はい、最後のどうでもいいことは、スーパーとか以外の買い物、袋に商品入れたところでテープで締めること、これはオーストリアなどでは絶対にやらないですね。なんか家に帰ってきて開けたい時とか、または家に帰るまでに使いたかった開けたかった商品だと、このテープ結構めんどくさい時あるけど、それを動画にするほどでもないし、なのでこれも含めてどうでもいい話でしたね。まあ日本はねいろいろ違うけど、そんなに自分が影響を受けているわけでもないし、まあそれでもいろいろ違ってても普通に生活はできるし、逆にまあちょっと違うけど、このちょっとした差でも人生が便利になっていたりするし、まあ、ただブランケットのシーツだけはどうにかしてほしい。それでは最後に皆さんケーキビームやりましょう。コメントになんて書いたらいいかわからないという方もぜひケーキビームだけでもコメントに書いてください。それでは皆さん一緒に3、2、1、超美味しいケーキではまた次の動画でバイバーイ。